そこを全部潰していくっていう作業を資料作りの中に入れていただくっていうのはすごい大事。どんどんね、このジェムをパワーアップさせていく。一発出しで作ったプロンプトをずっと使うんじゃなくて、やっぱりそれをメンテナンスしていくっていうのも重要になってくるかなと思います。チェックとか改善とかをこのジェムを使って定型的に取り入れていただく。ニワークをご覧の皆さん、こんにちは。Google のスペシャリストニワと生成 AI のエキスパート山口さんと、今回もですね、様々なシーンで役立つ AI とかクラウドを活用する情報をお届けしていきます。生成 AI のですね、非常に得意な分野っていうのは、実は自分が気づかない部分を生成 AI にむしろチェックさせて、あ、なるほど、そういう観点もあったかとか、改善点とかを事前に AI に聞いて、よりですね、コミュニケーションとか、自分の意思決定とかの精度を高めていくっていうね、お仕事の品質を上げていくっていうことができるっていうテーマで、今日ですね、ちょっと2つのシナリオでやっていきたいと思います。それでは早速山口さん、行ってみましょう。はい。まずですね、生成 AI ってね、パッとね、作ってくれることがすごいメリットではあるので、例えば私なんかだとですね、情報共有とかですね、長く長文で打たなきゃいけないことだったりとか、あとは同僚に対してのですね、ちょっと長文のメッセージなんかを生成 AI でまずはね、作ってもらうってことがあると思います。で、作ってもらうだけじゃなくてっていうところが今日のポイントなんですね。まずは作ってみます。部下の田中君についてメッセージを送りたいと思います。前回の商談で少し製品知識が足りずですね、基礎的な質問に対して答えれないというところがありました。彼にちょっと指摘のメッセージを送りたいと思っていますので、まずは作成してください。はい。こんな感じでね、別の動画でもお話してますが、私は基本的にキーボードでね、打つことはなくてね、推論モデルだったらたくさんの情報を入れてあげれば、基本的にいろんなね、要素に分解して、正確なですね、指示に変えて生成してくれますので、こんな風にね、音声をね、使って入れれる環境がある方は、量がね、簡単に入れれますのでね、音声なんか使っていただくといいと思います。まずはね、こんな風に作らせてみましょう。こんな風にね、少ない手間でね、長文を作らせれることができるっていうのは、皆さんもね、多分日常的に使っていただいている生成 AI の使い方なんじゃないかなと思います。はい、こんな風にね、作ってくれましたということです。はい。で、これで終わりではなくて、例えばですね、励ましたりとか、あとは、こうね、フィードバック指摘するときって、今こんな世の中ですからね、時にちょっと気をつけなきゃいけなかったりしますよね。自分の中での当たり前だけど、ちょっとこう、傷つけてしまったりとか、逆にモチベーション下げたりとか、あとはハラスメント的なですね、ちょっと表現になったりするってね、ちょっと皆さんは気をつけてらっしゃるところあると思うんで、今回はまずね、このね、生成した文章で終わらせるんではなくて、これを生成 AI にしっかりとチェックするっていうね、フローをね、取り入れてみましょうっていうことで、山口さんにね、この事例をまず紹介してもらいたいと思います。じゃあ、山口さん、ちょっとお願いします。はい。では私の方からちょっとデモンストレーションをしていきたいと思います。先ほど丹羽さんの方からここでメッセージを作るっていうのをやっていただきましたが、やっぱりそこでこうチェックしてほしい観点とかあると思うんですね。メッセージを作った時に、例えば先ほどあったちょっとパワハラにならないようにとか、部下にこういったところを注意してメッセージを作りたいとかあると思うので、そういったものをプロンプトという形で、ある程度型を作っておくことによって、毎回同じ形でチェックをしてくれるというのをやってみたいと思います。なるほどね。毎回こう気まぐれでチェックするんじゃなくて、自分が気にしてる観点で大体は同じですもんね。そうですね。はい。じゃあここからちょっとジェミニーの画面を使って説明していきたいと思いますが、こちら左のところを押すと、ここにジェムというのがあります。で、こちらジェムを表示というのを押すと、これでジェムマネージャーというのが表示されます。なるほど。これね、実はこのチャンネルではまだジェムってね、扱ってこなくてね、とうとうジェム来ましたって感じなんですが、これ簡単に言うと、テンプレートのプロンプトを仕込んだチャットを作ることができるので、例えばね、今から山口さんがこういうことをチェックするっていう会話をね、もともとテンプレート化してね、ジェムを使って作っとけばいいんじゃないってことをね、ちょっとご紹介してもらう感じになります。でまさに今お話しあった通り、こちらで部下や後輩へのメッセージ作成というジェムを一旦作っておりますので、ちょっとこれがどんなものなのか、ちょっと編集画面を見てみたいと思いますが、これがそのジェムの編集画面になってます。
で、ここのカスタム指示というところをクリックしますと、このカスタム指示の詳細な内容が見れます。で、ここに目的と目標というのがあると思いますが、それぞれこのジェムの中では、こういうことをやってくださいねという行動のルールとか、あとはトーンはこういう形で、先ほどお話しあったハラスメントとかはできるだけないように、こういったところもしっかりとチェックしてくださいというような形で、いろいろなことをジェムに最初から指示しておくことによって、毎回同じ形式で部下へのメッセージをチェックしてくれるという仕組みになります。これ山口さんがオリジナルで作ったってことですか？そうですね。今回オリジナルで作りまして、この後これがどんな感じで簡単に作れるのかっていうのも、これをね、ちょっと普通の人がね、ここまで精緻なもの作れそうにないんですが、簡単に作れる方があるんですよね。そうですね。はい、この難しいのも私は一切作っておりませんので、この後簡単に作れるというところもお見せしたいと思います。ではこれをじゃあ実際に実行してみるというところもやってみたいと思いますので、ちょっとこちら戻りまして、こちら実行したいときはこのジェムのここのボタンを普通に押していただくと、画面上は普通のジェミニアプリに見えるんですが、ここにある通り今これジェムが動きますよという形になってますので、ここでメッセージを送信すると、先ほどお見せしたプロンプトが裏で動くような形でいろいろメッセージをチェックしてくれるという仕組みになります。ジェムから作られたジェムからスタートすると、もうそのプロンプトが入っている状態で入力するだけなんですよね。はい、おっしゃる通りです。なので今回部下にどういったメッセージを送りたいのかっていうのを簡単にですね、ここに入力します。今回は後輩の田中さんの成績があまり良くなかったので、次回はしっかりとお客様のビジネスモデルとかをしっかり分析して、お客様に合った商品を一緒に提案していきましょうねというのを送りたいと。ただこれをちょっとどんな感じで作ればいいのかっていうのをしっかりですね、さっきのフォーマットに従って作ってもらうというのをやってみます。じゃあこれで送信ボタンを押しますと、これで先ほどお見せしたジェムで作っていた裏のプロンプトも含めてですね、ここでメッセージを作ってくれているというところになります。なるほど。さっきのね、チェックとかハラスメントチェックとか、モチベーションを下げないようにみたいなね、ことが全部ね、指示として聞いてるってことですよね。そうですね。はい。ですので、ここに田中さんのメッセージというところで、私も少し残念に思っていますが、というところで、次回にはちゃんとお客様のそういったところも含めて、しっかりお互いで頑張ってやっていきましょうねというところを、先ほどのプロンプトを意識して、このメッセージを生成してくれているというところになりますので、こういうのをしょっちゅう上司の方とかは、部下とか後輩の方にメッセージを作ることもあると思いますので、こういったものを作っておくと、やっぱり自分でなかなか気づかないそのパワハラ文章になってるとかっていうのも、ここで一時チェックで気づけるんじゃないかなと思います。なので今ね、このジェムだと生成までで終わるんですが、ちなみにここで気をつけたところとか、前の文章でね、どういう課題があったのかとか、ここはちょっと気をつけて私が直しましたよみたいな、ジェミニがですね。っていうところをちょっとちゃんとリストアップしてみたいなこともね、言っておくと、振り返りにもなりますよね。そうですね。ダメだったところとかを記載してっていうのをプロンプトに書いておくと、そういったところも振り返れるかなと思います。なので、いきなり今回はね、1からボンって修正させちゃったんですが、自分が普段打ってるね、メッセージがね、どうなのかとかっていうのはチェックさせたりすることも、いいかなと思います。で、ジェムはやっぱりこういうね、テンプレート仕掛けとけれるんで、自分が一体どういうことに、気にしてるのかとか、どういうことを気をつけてるのかみたいなのをね、ちゃんと常にPDCA 回しながら追加してってあげるとね、よりちょっと使いやすいものができそうですよね。そうですね。一発出しで作ったプロンプトをずっと使うんじゃなくて、やっぱりそれをメンテナンスしていくっていうのも重要になってくるかなと思います。はい。では次にもう一つの活用事例としまして、作った資料、プレゼン資料なんてものをやっぱりよく作ると思いますので、そのプレゼン資料をチェックしてくれるジェムを作ってみたいと思います。コミュニケーションだけじゃなくてね、今度は資料ですね。はい。で例えばですが、こういった Google ドキュメントで今回新規事業ということで、こういった提案書を作るみたいなのは会社でよくあると思います。でこういったものをいきなり上司にプレゼンしてやるとですね、結構やっぱり上司からいろんな指摘とかも食らったりとか、いろんな質問を受けると思いますので、そういったものが一回資料ができたら、これをジェムに与えてみて、いろいろ上司だったらどういう質問が来るかなとか、そういったところを事前にレビューしてもらえるっていうのをやってみたいと思います。なるほどね。もう先にね、いきなり出してじゃなくて、事前にちょっとね、どういうこと指摘するだろうとかね、事前に全部予測して洗い出しておいて、さらにそこをね、練り上げておくっていうサイクルするとね、超できるやつですよね。そうですね。はい。ではそれを実際にやってみたいと思います。では、ここでジェムを作るというところをやっていきますので、まずジェミニアプリを起動いただいて、先ほどと同じように左側のところからジェムマネージャーというところを表示します。で表示しますと、こちらにジェムを作成というボタンがありますので、ここを押すと新規で新しいジェムを作ることができます。
で、ここで私先ほどみたいな長い文章を一から作っていませんというのがあったと思います。じゃあこれをどうやってやっていくのかをご説明すると、例えば今回は先ほどあったようなドキュメント、あれを添付するんですが、その添付資料をしっかりチェックして、良い点とか改善点をまずレビューして教えてくださいと。で、先ほどもお伝えしたように上司から指摘されそうな内容とか質問されそうな内容があったら、チェックしてくださいというようなジェムを作ってみたいと思います。で、これだけでテンプレート作ってもいいんですが、ちょっとこれだと簡単すぎて、しっかりしたレビューをしてくれなかったりするんですね。でもジェミニーはこれがすごいのが、ここからプロンプトを自動的に生成してくれます。これね、ジェムがプロンプトジェネレーターとかね、プロンプト作ってくれる機能があるんですよね。そうですね。さらにこれをいいプロンプトに変えてくれますので、それがこちらの鉛筆マークになるんですが、こちらをクリックしてみます。そうすると今先ほどの内容、2行ぐらいしかなかった内容を今もっといいプロンプトにジェミニーが考えてくれています。はい、そうすると今これ出来上がりましたが、これがさっきのメッセージの時を使ったやつですよね。そうです。私も先ほどの部下のメッセージ作成のところは2行ぐらいしか打ってないんですが、あれもこのジェミニの生成で長い文章をしっかりとしたプロンプトを作ってくれていたというところになります。なのでここ見てみますと、先ほどあったのが上のところに私が入れた2行ぐらいなんですが、そこにプラスでしっかりとした目的とか目標っていうのをプロンプトをしっかり考えてくれて、で振る舞いとしてもこういうところに注意して資料の分析とかをした方がいいんじゃないかというプロンプトを自動的に生成してくれています。ですので上司の観点とかも考慮してちゃんと指摘してねと。ただトーンはこういった形でしっかりとメッセージをつけてくださいねという形でプロンプトを作ってくれています。なるほど。自分にもね、プロンプトを勝手にちょろっと入れるだけで、それに適したね、プロンプトをまずはガーッと長文のプロンプトを作ってくれる機能があるんで、これをカスタマイズしていけばいいんですよね。そうですね。おっしゃる通りです。なるほど、なるほど。なのでここでカスタマイズしたかったら自分で直してもいいですし、今回はもうこのままでいいと思いますので、一旦これで保存してみたいと思います。あと名前だけ入れないといけないので、資料チェックとかいう名前をつけて、でそうすると、この右側のところで、プレビューで実行することもできるんですが、一回ちょっともう今回は保存して実行してみたいと思いますので、この保存というところを押します。そうしますとこれでチャットが出来上がりましたということで、チャットを開始としますと、先ほど私が1回目のデモでお見せした通り、ここでもうジェムが選択できた状態で資料チェックを動かすことができます。で、先ほどお話しした新規事業のこういった資料を自分で作りましたと。で、これをいきなり上司にですね、レビューしてもらうんじゃなくて、まずはこれを先ほど作ったこのジェムの方にチェックしてもらおうと思います。そうするとここにプラスボタンでファイルを添付できますので、ここから Google ドライブを選んでいただいて、で例えばファイル名とかで検索いただくと先ほどの提案資料のところ選べますので、この Google ドキュメントを選んで挿入ボタンを押します。そうするとここに Google ドキュメントがくっつきますので、資料をレビューしてくださいというような形で打つと、もうこれだけでも裏で先ほどのプロンプトが自動的に動き出しますので、これで実行します。これでフィードバックくれるんですね。そうですね。この資料に対して先ほど作ったああいう観点で上司がどういったことを指摘するのかって考えて指摘をしてくれます。良い点とかね。なるほど。そうですね。そうしますとこれでもう動き出してますが、ここで良い点はこういうことですよ。で、改善点はもうちょっとこういったところ、市場のデータとかをもうちょっと詳細にやった方がいいんじゃないかとか、いろいろなところをこう分析をしてくれています。で、あとその後あった上司に指摘されそうな内容ですね。この市場規模の妥当性が本当にあるのかとか、収益性の見込みは大丈夫なのかとか、本当にこれ確かに上司に言われそうだなっていう内容だと思うんですが、確かにこういうとこちゃんともうちょっと見といた方がいいなってことで、先ほどの資料をさらにブラッシュアップしていくと。面白いですね。上司から質問されそうな内容をね、事前にもうね。はいはい。はい。で、質問されそうな内容としても、これはいつまでに提示できるのかとか、いつ頃になる見込みなのかとか、多分こういう質問って絶対あると思うんですね。こういうのもやっぱり事前にこういったことを把握しておけば、当日のレビューの時、プレゼンとかでわたわたしないという形で、しっかりとしたプレゼンができるんじゃないかなと思います。これね、倫理通るも通らないもね、上申が通るも通らないも、お前ちゃんとここまで考えてんのかに対して、パシって答えれちゃったらもうね、逆に上司はそれ以上言うことはないって感じになるので、事前にね、まずは叩き台をパッて作ったら、その誰かが指摘するだろうっていうのは、大体同じですしね。そうですね。あんまりそんないきなり突拍子もない指摘は入らないので、そこを全部潰していくっていう作業を資料作りの中に入れていただくっていうのはすごい大事で、それを毎回プロンプトを打ってもいいんだけど、ジェムでね、仕込ましておくと簡単にね、チェックさせたりすることができるよっていうような、そんな事例でした。はい。ではですね、ここまで山口さんもちょっと説明してくれたデモにね、登場したジェムっていうのを簡単にね、振り返っていきたいと思います。これいろいろ皆さんにとってはね、使うと思いますが、
はい。まずはね、こういうふうにチャットベースでね、いろんなやり取りをしていって、今、ジェミニでいただいてると思うんですが、この中に毎回毎回ね、細かいプロンプトを入れていくって面倒だと思うので、ジェムっていうところでね、自分の事前にチェックしたいとか、こういうものを作りたいみたいなね、ジェムのプロンプトのひな形を入れとくことができるっていうね、作っとくことができるので、作ったらこっからね、ポンって始めてもらえれば、さっきのそのね、資料チェックとかのプロンプトが入ってる状態でチェックさせることができるよってことですよね。で、この機能を使っていただくときに2つポイントはあってですね、1個目は、ここに簡単に入れるだけでですね、例えばもうね、これでね、プロンプトをね、簡単にね、生成ある程度してくれるよって感じなので、ここから自分のね、好きなね、ちょっと細かいプロンプトとか、自分が追加していきたいプロンプトみたいなものをね、追加していくってやり方が一番良さそうです。で、このジェムを使っていただくときに、この動画ではおすすめの方法としてね、はい。例えば、資料をチェックするときの観点って毎回ね、結構似てると思うんですよ。自分はこういうところのね、チェックをしてるとか、こういう要約をしてほしいとか、こういうアクションを抜き出したいとか、こういう観点ないのみたいなことを、どんどんね、このジェムをパワーアップさせていくっていう形で、自分がいつもチェックしてたりとか、レビューしてたりするっていうものをね、磨き上げていっていただくと、このジェムの中に放り込んで、資料をしていくだけでどんどんね、チェックしたりとか、レビューしていただくことができるよねっていうことで、それにね、コミュニケーションも使っていただくといいかなというところで、こういうメッセージいつも打つとかね、こういうメッセージをチェックしてほしいっていうのもね、ジェムの中で作っておくと、すぐにね、皆さんがちょっと大事なメッセージ打つんだけど、これ大丈夫かなっていうのをチェックさせたりとか、そういう自分が大事にしているところを踏まえたメッセージを一瞬で作ってくれるようなね、ジェムを作れるんじゃないかなということで、生成 AI ってね、急いでバタバタしてる時に必ずそのチェックとか改善とかをこのジェムを使って定型的に取り入れていただくとね、すごい効果的な業務になるんじゃないかなと思います。ね、このジェムもできれば作りっぱなしじゃなくってね、常にカスタマイズして追加削除をね、繰り返しながら最も自分にね、いいような形のジェムにしていっていただくといいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか？このチャンネルではですね、お仕事で生成 AI、クラウドを使っている方にすぐに業務に役立ついろんな Tips とかですね、情報をお届けしています。もしこの情報がいいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いできれば幸いです。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。